鳩レースで育ち、競走馬の調教師を目指す若駒と、競馬界のレジェンドとなった後、鳩レースを楽しむ請求。それぞれの夢、それぞれの道が、この日交差した。同じ人生の道を目指した二人の愛弓家の物語が、フィナーレを迎える。鳩レース。それは鍛え抜かれたアスリートの鳩たちが競争というドラマを繰り広げる熱き戦いである。それぞれの人生においてレースバトを愛し、競走馬の調教師を目指した韮塚さんと藤沢さん。韮塚さんの人生をイントロとして始まった二人の愛弓家が織りなすハーモニー。長き楽曲はここでアウトロを迎える。レース馬と競走馬には適正距離っていうのがあると思うんですけど、血統の壁、そういうのはレース馬とにおいても競走馬においてもあると思いますか？それとそれを乗り越える策とかそういうのもあったりもしますか？はい、おそらく競走馬の場合はあるんですね。昔は頭数が少なかった時は 1200m のダートから 3200m の芝生まで同じ馬でも勝つっていう時代があって、だけど今は血統が進んできて1200、1600、2000、2400って分かれて、その距離の得意な血統がこうできてきて、そういう配合をするようになったんで、100キロから1000キロっていうんじゃなくて、鳩によっては300キロ専門のレース馬と、500キロは500キロって分野で分けたチャンピオンをそれぞれ作出できるし、またそういうレースの方法も楽しいのかもしれないと思ってます。僕たちはすごい海越えを大切にしてて、とにかく最後のレースまで行って最後のレースで活躍させてあげたいっていう気持ちがすごくあるんですけど、藤沢先生は鳩レースにおいてどこのレースを狙ってたりとか、そういう目標みたいなのあったりしますか？そうだね、競走馬の時は私の自分でうまくいかなかったんだけど、1600メートルぐらいのスピードのある馬で2000メートルのレースを勝ちたいと。2000メートルの馬で2000メートルを使うと遅い血統がね、1600メートルの血統の馬で2000メートルを走らすと速い。ところがスタミナがギリギリだと。2400メートルの馬は2000メートルを走るけど遅いと。だから鳩ももしかして稚内勝ちたいんだったら、おそらく長万部か白老くらいのレースをすごいスピードで帰ってくる鳥たちで稚内の鳥を作ればいいんじゃないかとか、稚内の鳥で稚内のレースを勝てるってことはおそらくないんで、サハリンからの方がチャンス、距離が伸びちゃうんじゃないかと。だからやはりスピードのある鳥である程度の距離を走らせたいっていうのがありました。鳩も同じだと思います。やっぱりスピードで稚内から飛ばしたいっていうのがあります。僕たちの狙ってるところとかコンセプトとしては、長距離海越えっていうのがすごい韮塚厩舎のコンセプトになってるんですけど、藤沢和夫厩舎コンセプト、そういうのはどういうのがありますか？はい、今のところ朝も言ったんですけど、一応スピードは十二分なんだけど、稚内はちょっと遠くて帰ってこれないんで、おそらく前半飛ばしすぎるから
途中でバテるんだろうから、前半スピードはあるんだけど前半はあまり勢いよく飛ばさないで稚内から帰ってきて、最後の、福島あたりから加速するような鳩ができたらなと思ってます。決闘の壁を乗り越える。この藤沢さんの挑戦を象徴する一頭の競走馬がいる。名前はグランアレグリア。1600メートル以下のレースにおいて JRA 歴代最多となる G16 勝を挙げ、藤沢和夫の最高傑作と評された馬である。調教師生活の晩年にやってきたこの牝馬は、2019年桜花賞、2020年安田記念、マイルチャンピオンシップと、いずれも中距離の大レースを勝利し、名マイラーの名を欲しいままにしていた。マイラーとは、中距離が得意な馬の称号だ。現役引退が近づいた5歳馬の時、藤沢さんは、この牝馬を2000メートルの距離である秋の天皇賞に出走させる。残念ながら3着となり、決闘の壁を越えることは叶わなかったが、その挑戦には多くの称賛の声が寄せられた。なお、このエピソードには続きがある。次のレース、マイルチャンピオンシップを同馬のラストランに定めた藤沢さん。得意の中距離でその実力を発揮したグランアレグリアは、最後のレースで見事勝利。同じく引退が近づいていた藤沢さんに G1 レースにおいて最後となる34勝目をプレゼントしたのだ。結果を受けた藤沢さんはその勝利よりも、その後繁殖牝馬となるこの馬が無事にレースを終えたことを一番喜んだという。馬も管理する調教師とかハンドラーとかっていうのは1着になる、1位になる、 G1 を勝つ。そうするとインタビューを受けて、私はこうしたから勝ったんだっていう話をみんなよいしょしてくれるから言うんだけど、そんなことは絶対ないんで、鳩をやってる人も馬をやってる人もそれはうぬぼれで、大間さんのおかげで勝たしてもらった、鳩のおかげで勝たしてもらったという気持ちを忘れないでやった方が、またインタビューするような馬や鳩に巡り合うことができると思います。はい、ありがとうございます。今後競馬界や鳩レース界に求めるものは何がありますか？競馬界は私は引退したんですけど、鳩レース界っていうのは私は本当にまだ新人なんだけど、一つ言えることは、鳩が好きな人が今のこの住宅の状態では、自宅で鳩を飼う、飼育できる環境にないんで、今でいう委託厩舎なのかもしれないし、そういうふうに自由に鳩にもう少し多くの人が触れ合える場所があったらいいなと思って、協会にはそれをお願いしたいなと思ってます。やっぱ自分も国際厩舎委託を専門としてやらせてもらってるので、この国際厩舎っていうのがすごく今の日本の厩界に求められてるニーズだと思ってますんで、もっともっとより良い厩界になってればいいなと思っております。はい、ありがとうございます。競走馬の調教師を目指す韮塚さん。対談の終了時間が近づいたところで、最も聞きたかった質問を切り出すことに。僕がレース馬とやってきて育ってきて、今、馬術部で4年間未経験者なんですけど馬術をやっています。このレース馬とから学べることもすごくあると思ってます。調教師として成功したいんですけど、競馬や鳩レースで成功するために必要な資質やスキルとは何だと思いますか？うまく当てはまるかどうかわからないですけど、私が調教助手時代から
調教師になる頃にはやはりみんな調教師を目指すんだけど、騎手上がりの騎手 OB の調教師、はい、獣医大学出て獣医さんから調教師になる人、あと父親が調教師だったりしてそれで調教師になる人、はい、その人たちにすごく教わったし勉強したから、いろんな人がいるんだけどいろんな分野から学べることがあるし、また鳩と競走馬っていうのは本当に近いと思う、はい、餌のことでも、はい、年齢のことでも、雨の日とか晴れの日とか競走馬ともすごく近い、はい、雨の時は強いとか晴れの時は強いって馬もいるのと同じで、やはり同じ生き物で喋れないんだけども、その分管理する我々が感じ取ってやんなきゃダメなんで、すごく大事なことだと思うし、鳩をやって競走馬をやるっていうのは、もしかして鳩経験ある方が調教師としては成功するかもしれない。今おっしゃっていただいたことを聞いてて、もう一回初心に戻っていろんな情報であったりとか鳩の知識も活用しながら将来目指していけたらいいなと思いました。はい、頑張ってください。競走馬の調教師を目指す若駒のようなニラツカさん。調教師生活を終えて鳩レースを楽しむ聖球のような藤沢さん。二人の出会いはお互いにとってまさに開口である。特にニラツカさんにとって憧れの人との対談は夢のような時間。その夢もそろそろ終わりを迎える。終わんないでほしいって思うよね。本当に今日本当に夢のような時間を過ごさせていただいて、本当にすごく刺激的な一日になりました。ありがとうございます。でやっぱこういう話をこういう会をこういう機会をいただいて、このような話も大切な話、もう一生心に残るような話を聞いたので、もうこれからは本当に藤沢先生に憧れてる身として藤沢先生を本当に追いかけて、馬一頭一頭を大切に本当に自分の理想を貫き通すのもあるんですけど、その自分の考えだけで周りを見失うわけじゃなく、毎回壁にぶち当たったら初心に戻って何でも物事を考えられるような調教師を目指していきたいなと思っています。もう私はもう定年したんだけど、これからやはり鳩レースもやって、それで競走馬の調教師になりたいということなんだけど、やはり私が父親に言われたように、やはり鳩に夢中になってはやっぱり競走馬の方もうまくいかないので、やっぱりまずは学業をきちっとやって、はい、その次にはやはり競走馬の勉強をして、はい、それでいつかまた余裕できた時には協会にお世話になってっていうことで、はいはい、レース馬とやって調教師もやったっていう人は少ないんで、はい、どれくらいアドバイスできるかわかんないですけど、また機会があったらいつでもわからないことがあったら、はい、協会を通さなくてもいいですから、連絡ください。ありがとうございます。はい、それじゃあ頑張ってください。ありがとうございます。2024年、委託レースを専門とするこの2人の愛厩家は、日本鳩レース協会が運営する両国際委託厩舎に自慢のレーサーを預けていた。八里厩舎に委託したニラツカさんは、八里オリエンタルカップ700キロ第113位。伊賀厩舎に委託した藤沢さんは、伊賀国際ウィナー300キロ第40位の結果で、今シーズンを終了している。レース馬と飼育を離れ、これから競走馬の世界を目指すニラツカさん。また現在、
JRA のアドバイザーだが、競走馬は飼育せず、レース馬と一本である藤沢さん。二人にとってこの出会いはどのような意味を持ったのだろうか。はい、とてもフレッシュな青年で、やはりレース馬と飼育を長年やってて、それで競走馬の調教師を目指したいということで、私もとても羨ましく思うし応援してるんで、ぜひ頑張って競走馬の調教師になってもらいたいと思います。家族もその競走馬の家系ではないので、競走馬に対して全く知識がゼロな状態ですごく不安に思ってたんですけど、この先大丈夫なのかなっていう思いはあるんですけど、こうやってお話聞いて、ちょっとごめんなさい。質問もう一度質問お願いしてもいいですか。落ち着いたところでどのようなはい気持ちでしょうか。ずっと小さい頃からやってきたレース馬と、それと今これから志して頑張ってる競走馬の話、すごく自分のこれからのためになるようなお話を伺えて、すごい自分の人生のすごい糧になったと思ってます。藤沢さんは宮塚さんにとってどのような存在になったでしょうか。はい、私のメンターとして今後競馬の世界、ハトレースの世界で頑張って進んでいこうと思います。藤原先生の言葉で一生より一生です。競走馬は生活しなきゃいかんので、やはりその一くらいよりも一生よりも一生ということです。一生より一生。競馬界のレジェンド藤沢和夫の最も有名な格言である。目先の勝利よりもその馬の一生を考えるというこの愛情あふれる言葉は現在のレース馬と飼育にも生かされている。韮塚さんもさまざまな藤沢さんの格言の中で最も心に響いたそうだ。二人が少年の頃から魅了され続けてきたハトレース。その魅力はどこにあるのだろう。僕たちの家族の仲を本当に深めてくれたのは、レースバトだと思っています。レースバトは、家族でもあり最高の動物です。雨の日帰ってくる鳥、また怪我しても無事帰ってくる鳥、やっぱりそれが全てです。はい、最後まで諦めないっていうことです。ありがとうございます。藤沢さんにはもう一つの有名な格言がある。幸せな人々こそが幸せな馬を作るという。ハッピーピープルメイクハッピーホース。イギリスでの修行時代に同僚から贈られた言葉だ。藤沢さんはハトレースを楽しむ今も常に笑顔を絶やさない。競走馬、レース馬と、そして人生においてもおおらかで幸せならば、いつの日か必ず成果はついてくるのだろう。
この日出会った若駒と請求は、これからの人生において新しいホースライフ、そしてピジョンライフを目指す。そう、すべての愛休暇に送るこの言葉とともに、ハッピーピープルメイクハッピーピジョン。